皆さん、こんにちは。ゆいです。最近少しずつ暖かくなってきましたね。こんにちは、あきらです。日常の日本語チャンネルへようこそ。本当に外を歩くのが気持ちいい季節になりましたね。そうですよね。実は私、この季節になるといつも何か新しいことを始めたくなるんです。ああ、春は新しいスタートの季節ですからね。気持ちが前向きになるのかもしれません。ええ。それで、リスナーの皆さんの中にも新しく趣味を見つけたいなと思っている人がいるんじゃないかなと考えたんです。なるほど。それはいいですね。仕事や勉強だけでなく、リラックスできる時間を持つことはとても大切ですからね。そうなんです。大人になると毎日の生活が忙しくて、つい自分の好きなことをする時間を忘れがちになってしまいます。確かにそうですね。今日は大人の趣味の見つけ方や私たちがどんな趣味を楽しんでいるのかについてゆっくり話していきましょうか。はい、ぜひ。あきらさんの趣味の話も後で詳しく聞かせてくださいね。もちろんですよ。ゆいさんの新しい趣味の話も楽しみにしています。ありがとうございます。皆さんも自分の好きなことを思い浮かべながら聞いてくださいね。それでは早速今日の話題に入っていきましょう。あきらさんは子供の頃どんな趣味がありましたか？小学生の頃はプラモデルを作るのが大好きでしたね。お小遣いを貯めて少しずつパーツを組み立てるのが本当に楽しかったです。プラモデルですか。細かい作業が好きだったんですね。男の子らしい趣味でとてもいい思い出ですね。そうですね。でも大人になってからは全然作らなくなってしまいました。時間がかかるし飾る場所も必要ですからね。ゆいさんはどうでしたか？私の場合は、子供の頃は絵を描くのが大好きだったんです。毎日ノートにいろいろなキャラクターを描いていました。絵を描くことですか。それは素敵な趣味ですね。今はもう描いていないんですか？すっかり描かなくなりました。大人になると上手に描かなきゃいけないというプレッシャーを感じるようになってしまって、純粋に楽しめなくなった気がします。なるほど。その気持ちよくわかります。大人になると無意識のうちに結果や評価を気にしてしまうんですよね。そうなんです。だから大人の趣味って子供の頃とは目的が少し違うんじゃないかなと思います。成長するためというより、心の疲れを取るためのものというか。その通りですね。ストレス解消やリフレッシュのための時間が大人の趣味の役割だと思います。誰かに見せるためじゃなくて自分が心地よくなるためのものですから。本当にそう思います。誰とも競争しない、ただ自分のためだけの時間って、大人にとってはすごく贅沢で大切なものですよね。そうですね。それに大人になると使えるお金も増えるので、道具にこだわったり、新しい体験にお金を使ったりできるのも大人の趣味の面白さですね。確かに、お金の使い方は変わりますね。でも、あまりお金をかけすぎると、今度はそれがストレスになりそうですから、バランスが難しいですね。間違いないですね。自分の生活のペースに合った趣味を見つけるのが一番大切だと思います。ところで、ゆいさんは今どんな趣味を楽しんでいるんですか？最近新しいことを始めたいと言っていましたが。実はここ数ヶ月、パン作りにハマっているんです。最初は簡単なものから始めたんですけど、だんだん面白くなってきてしまって。パン作りですか。すごいですね。でも、パンを作るのって、生地をこねたり発酵させたり、すごく時間がかかるイメージがあります。おっしゃる通りすごく時間がかかります。でも、その時間がいいんですよ。小麦粉に水を入れて手で一生懸命こねていると、他のことを全部忘れられるんです。ああ、なるほど。作業に集中することで、頭の中が空っぽになるんですね。それはいいストレス解消になりそうです。
そうなんです。仕事の悩みとか、スマートフォンの通知とか、そういうものから離れて、ただ目の前の記事が膨らむのを待つのがすごく癒されます。すごく素敵な時間の使い方ですね。そして最後には美味しいパンが食べられるわけですから、最高じゃないですか。それが一番の目的かもしれません。オーブンから出した時のあの焼きたてのパンの匂いを嗅ぐと、本当に幸せな気持ちになりますよ。想像しただけでお腹が空いてきました。やっぱり自分の手で一から何かを作り上げる達成感は大人の趣味の醍醐味ですね。そうですね。失敗して膨らまないこともたくさんありますけど、それも経験として楽しめるようになりました。あきらさんの趣味は何ですか？私の趣味は最近流行っているソロキャンプです。一人で山や川に行ってテントを張って過ごすんです。ソロキャンプですか。テレビや YouTube でよく見ますけど、一人で外に泊まるのって少し怖くないですか？私なら虫が気になって眠れない気がします。最初は少し不安でしたけど、慣れると本当に自由で快適ですよ。虫への対策も道具でどうにでもなりますし、何より自然の中にいる静けさが特別なんです。自然の静けさですか。確かに都会にいると静かな場所ってなかなかないですよね。あきらさんのキャンプの話、もう少し詳しく聞かせてください。キャンプの一番の魅力は、デジタル機器から完全に離れられることだと思います。これをデジタルデトックスとも呼びますね。デジタルデトックスですね。パソコンもスマートフォンも見ない時間を作るということですね。それはすごく大切だと分かっていても、家ではつい見てしまいます。でも山の中に行けば電波が届かない場所も多いんです。そうするともう諦めて自然の音を聞いたり火を見たりするしかなくなります。焚き火の火を見るのって不思議と落ち着くって言いますよね。パチパチという音を聞きながらぼーっとするのは最高の贅沢かもしれません。まさにその通りです。焚き火の炎を見ているといろいろな考え事が整理されていく感じがするんです。夜は星も綺麗ですしね。星空ですか。東京にいると夜空を見上げること自体がほとんどないですよね。そう聞くと私も一度くらいはキャンプに行ってみたいような気がしてきました。ぜひ試してみてください。最近は道具を全部貸してくれるキャンプ場もあるので、初心者でも手ぶらで始めやすいですよ。それならハードルが低くていいですね。テントを買って、もし自分に合わなかったらどうしようと思うと、なかなか一歩が踏み出せないですから。そうですよね。大人の趣味は最初はできるだけ簡単にお試しでやってみるのがポイントだと思います。合わなければやめればいいだけですから。合わなければやめればいいか。その言葉を聞いて少し気が楽になりました。趣味だからって絶対に続けなきゃいけないというルールはないんですよね。その通りです。嫌になったら休めばいいし、別のことに興味が出たらそっちをやればいいんです。義務になったら趣味ではなく仕事になってしまいますから。本当にそうですね。私たちはつい始めたからにはプロみたいに上手くならなきゃとか、毎日続けなきゃって自分を追い込んでしまいがちですからね。そのあたりは日本人がよく使う言葉について話すと分かりやすいかもしれません。あれですね。すぐに飽きてやめてしまうことを表すあの言葉についてですね。そうです。日本語には三日坊主という言葉がありますよね。これは文字通り3日間だけお坊さんになってすぐやめてしまうという意味から来ています。はい。新しく始めたことが長続きしないことを少しネガティブな意味で、私は三日坊主だからと言ったりしますよね。でも私は趣味において三日坊主は決して悪いことではないと思うんです。3日でも続いたならそれは立派な経験ですからね。その考え方すごく好きです。
実は私も去年の冬に急にアコースティックギターを弾きたいと思ってネットで買ったんです。ギターですか。それはかっこいいですね。それでどうなったんですか？それが弦を押さえる左手の指が痛すぎて1週間でケースにしまってしまいました。それ以来一度も開けていません。見事な三日坊主です。なるほど。でもそれでいいんですよ。ギターは指が痛くなるものだということが分かっただけでも新しい発見じゃないですか。そう言ってもらえると救われます。確かにやってみなければ自分の指がそんなに痛くなるなんてずっと知らなかったですからね。いろいろなことに手を出して自分に合わないものを削っていくと、最終的に本当に好きなことだけが残るんです。だからたくさん失敗していいんです。すごく勇気が出る言葉ですね。リスナーの皆さんも、もし三日坊主になってしまったことがあっても落ち込む必要は全然ないってことですね。もちろんです。またいつか突然ギターを弾きたくなる日が来るかもしれませんしね。趣味は休んでも誰にも怒られませんから。そうですね。疲れたら休んで、やりたくなったらまた始める。そういう気軽な距離感が大人の趣味を長く楽しむコツなのかもしれません。ええ。では次に、何か始めたいけれど何をしたらいいかわからないという人に向けて、始めやすい趣味をいくつか考えてみましょうか。始めやすい趣味ですよね。私のおすすめはやっぱり散歩です。ただ歩くだけでも立派な趣味になると思うんです。散歩はいいですね。特別な道具も必要ないし、スニーカーさえあれば今日からすぐに始められますからね。お金もかかりません。そうなんです。それに歩きながらポッドキャストを聞いたり、オーディオブックを聞いたりするのもすごく楽しいですよ。日本語の勉強にもなりますしね。ああ、それは一石二鳥で素晴らしいですね。風景を見ながら耳で日本語を聞くのは脳にも良い刺激になりそうです。ええ、いつも通らない道を歩いてみて、小さなカフェや新しいパン屋さんを発見するのも散歩の楽しみの一つです。あきらさんのおすすめはありますか？私は少しだけ手の込んだ料理を作ることをお勧めしたいですね。毎日の食事作りは家事ですが、週末に一食だけ特別なものを作るんです。なるほど。スパイスからカレーを作ってみたり、時間をかけてスープを煮込んだりする感じですね。それなら日常の延長で楽しめそうです。ええ。ゆいさんのパン作りと同じように作業に没頭できますし、家族や友人に食べてもらえるという喜びもありますからね。美味しいものが食べられる趣味は最高ですよね。どちらも準備やお金があまりかからないので、すぐに試せそうです。そうですね。まずは週末の30分だけでもいいので、日常と違うことをしてみるのが新しい趣味を見つける第一歩だと思います。でも一番難しいのはその時間を作ることかもしれないですね。忙しいと休日は一日中ベッドで寝ていたいと思ってしまいます。すごくよくわかります。体力がないと趣味を楽しむ余裕もないですからね。疲れているときはしっかり休むことが何より優先ですよ。ええ。私が気をつけているのは一日の中でたった15分でもいいからスマートフォンを触らない時間を作ることです。スマートフォンの画面を見ない時間ですか。それは確かに時間を生み出す良い方法かもしれませんね。つい SNS を見て時間が過ぎてしまいますから。そうなんです。SNS を見ていると他の人がすごく充実した趣味を持っているように見えて、自分と比べて焦ってしまうこともあるんですよね。それは現代ならではの悩みですね。でも、趣味は誰かに見せるためのものではないですから、他人と比べる必要は全くないんです。はい、その通りだと思います。だからこそ画面から離れて自分の手や体を動かす時間を15分だけ持ってみる。そこから少しずつ趣味の時間が広がっていく気がします。素晴らしい考え方ですね。15分ならどんなに忙しい人でも寝る前や朝起きた後に作れそうです。ええ。皆さんもまずは少しだけスマートフォンを置いて、
窓の外を見るだけでもいいので、自分のための時間を作ってみてくださいね。きっとそこから新しい興味が湧いてくるはずです。さて、そろそろ時間になってきましたね。はい、今日は大人の趣味について、プラモデルからキャンプ、パン作りまでいろいろとお話ししました。大人の趣味はストレス解消やリラックスのためのものです。三日坊主になっても構わないので、気軽な気持ちで始めてみることが大切だということですね。ええ。皆さんももし今楽しんでいる趣味があったら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。読むのを楽しみにしています。そして今日のポッドキャストの日本語スクリプトはコメント欄の一番上に固定してあります。リンクからダウンロードできますよ。はい。わからない単語や表現があったら、ぜひスクリプトを読みながらもう一度聞いてみてください。毎日の日本語の勉強に役立てていただけたら嬉しいです。この番組が役に立ったと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。それが私たちの励みになります。皆さん、今日も最後までゆっくりお付き合いいただきありがとうございました。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。ありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください。さようなら。